おはようございます。阿部義俊です。今日は2023年9月13日の今昼ぐらいですけど、今日の午前2時から Apple の発表会があって、iPhone15、15 Pro、Pro Max の、発表がありました。ついでに Apple Watch のシリーズ9か。細々とAirPod 2の USB-C 対応とか、いくつか発表がありましたけど、今回は iPad とか、その他のMac とかの、発表とかは何もなく、iPhone の新しいのと Apple Watch の新しいの、だけでしたね。で、僕は今 iPhone の13 Pro Max を使っていて、13というか13というか迷うな。13でいいや。13 Pro Max を使っていて、14を買わなかったんですよ。なので、すごく大きな進化があったら買おうかなと思っていて、その事前のリークでカメラの望遠が強くなるよっていう話を聞いていて、それについて気になっていたりしたんですけど、今実際いろいろ発表になってみて、その自分の率直な感想みたいなものをちょっと喋ってみようかなと思います。顔出して喋ろうと思ったんですけど、寝癖がすごくて、今水とかをつけたんだけど治んなくて、あと髭剃るのも忘れて、もうめちゃくちゃだ。すいません。というわけで画面を見ながらやります。自分は、13 Pro Max を使っていて、その自分自身がもうちょっと老眼で目悪くなってきて、大きいディスプレイ、もう正直この Pro Max のディスプレイでもメールとかがですね、見えなくなってきて、あとその文字を打っていて、漢字の変換ミスとかがあっても気がつかなかったりとかするようになってきちゃって、老眼鏡をその常時持ってはいるんですけど、何かあるために老眼鏡をつけると今度遠く見えないじゃないですか。なのでその老眼鏡をつけたり外したりが面倒くさくて、で、そのプロマックスの画面でさえちょっとだからその不便を感じていて、 iPad mini とかをもういっそ持ち歩こうかみたいなことを考えていたり、ビクシオンっていう今クラファンやっているちょっと特殊なメガネみたいなものを買おうかみたいなことを考えていたりするぐらい、ちょっと今目で悩んでるんですけど、なのでもし買い替えるとしたらもうプロマックス、一択ですね。なのでこれを見ていくんですけど、今下取りで iPhone13 の Pro Max が下取りに出して買うと10万だか11万だかそのぐらいになるみたいで、僕ね1テラのモデルを買ったんで、正直1テラのモデルを買って iPhone でこの YouTube の動画とかをどんどん撮るぞと思ったんだけど、使ってみたら結局全然使わなくてですね、1テラどころか256でも十分なぐらいしか使わなかったんですよ。で、なので今写真がいっぱいあるんで、ちょっと256だとギリギリになるんで、512の、モデルにしようと、もし買い替えるんであればしようかなと思っています。で、まず材質からいくか。ボディがチタンになったことは、写真とかで見る限りかっこいいなぁと思うんですけど、結局自分はケースに入れて使うんで、この本体のカラーとかその側面の材質がそのチタンになりましたみたいなことは全く多分、自分のその使用感の中では何の影響もないと思うんですよね。なのでこれは大きな進化ではあるんですけど、チタンになってその本体軽くなったりしてるんで、自分自身はこの見た目に関して、の変化は全くその魅力として、感じていないです。自分の使い方の問題でもあるんですけど、でもケースに入れてみんな使いますよね。なので正直ピンとこないですね。実際ケースに入れてるんで、自分今何色の iPhone 買ったのか覚えてないんですよ。これケース外さないと裏側が見えないんで、多分薄いブルーみたいなモデルじゃないかと思うんだけど、で、なのでチタンになりましたよと。で、自分はそれについては特に何も、感想はないです。で、厚みがちょっと増したらしいですね。で、僕の使い方で言うと、例えばカバンに入れたりとか、細かいところで薄い方が便利に決まってるんですけど、僕自身はこれが1ミリ厚くなろうがなる前が多分あんまり使用感としては変わらないだろうなと思っています。ちょっと不便って思うと思うんですけど、これ 2,3 日で慣れるだろうなと思って、それなりのその使い方になっちゃうと思うんで、これも別にそんなに、大きなマイナスとは考えてないです。重量に関しては今の僕の13でいいじゃん、13 Pro Max から比べると多分 20g 前後、軽くなっているはずで、これは 20g はなんていうの、例えばリュッ
クサックを背負っていて 20g 軽くなっても全然気づかないと思うんだけど、やっぱり指先で持つものに関しては万年筆とかもそうですけど、数グラムの重さの違いで使用感が劇的に変わったりするんで、この 20g は結構でかいなと個人的には思ってます。重たくてやっぱり寝る時にあんま良くないんだけど、その枕元に iPhone 置いといて、なんか寝れない時にちょっと YouTube の動画1本見たりとか、そのゲームをちょっとやっちゃったりとかするんですよ。それで眠くなってきて顔の上にゴンと落とすっていうことを結構頻繁にやってるんで、かなり痛いんで、なんか20g 軽くなるのは自分の使い方の中ではちょっと大きなプラス要因かなと思います。ディスプレイに関してはかなり明るく、13からの進化でいうとかなり明るくなっているはずです。2002とだっけ。なのでそれに関してはちょっといいところだろうなと思うんだけど、今不便を感じたことがほぼないので、結構真夏の暑い時に、例えば地図とかを自転車のハンドルにマウントして、地図表示したりみたいなことをする時に明るい方がありがたくはあるんだけど、どうだろうな、なんかそれです確かに見づらい時って時々あったんだけど、乗りながら見ないじゃないですか。見ないようにしてるんですよ。危ないからね。見る時は止まるんで、止まっていて見づらかったらちょっと手で覆ったっていいし、すごいこれで劇的にちょっと使用感がもし変わるんだったら見直しますけど、今のところ自分の中では、ちょっといいかなぐらいですかね。逆にあともう一段暗くなってほしいんだけど、これもだから良くないんだけど、夜中に iPhone つける時とかに眩しいってなるんで、そんな感じかな。ダイナミックアイランドは、自分はまだだから経験したことがないんで、もし買い替えるんであれば楽しみな要素の一つです。ただなんていうの、そんなに苦し紛れの機能だなと個人的には正直思ってます。なんか可愛いし面白いし、最初見た時のなんじゃこりゃに比べたら、意外と使い道のある機能というか使い勝手のいい機能になってるみたいで、その辺はアップルさすがだなと思うんだけど、でもダイナミックアイランドがあるから買い替えるぞとはならないですよね。だからちょっとプラス1点ぐらいですかね。それ以外にディスプレイに対してはそんなにはないか。あとはこの A17 プロチップに関しては性能はだいぶ上がるんだろうけど、今その13 Pro Max を使っていて速度に関して不満を覚えたことは一度もないんですよね。だからこれが速くなってなんかちょっとサクサクしてるぞみたいになっても多分30分もしたら慣れちゃうと思うんですよ。なのですげえなとは思うんですけど、これによってだから要するにもうはっきり言って今13 Pro Max を使っていて不便は全く感じてないし、買い替えなきゃダメだって思うようなことはちょっとバッテリーが心もとないぐらいであんまりないんですよね。そういう意味ではすげえ性能がもう高くなっていて、これ以上伸びしろが多分スマホ自体がなんか画期的な新技術が開発されない限りもうあんまり伸びしろがないんだろうなと思います。頑張ってすげえ本当に多分アップルは頑張っていろんな新しい機能をこうグイグイと押し込んできてるんだけど、正直そうだな、なんかそんなに心に響かないというか、じゃあ買い替えなければいいじゃんと思うんだけど、やっぱり触ってみたい気持ちはあるっちゃありますぐらいの、この中途半端な全然こんな程度の進化だったらどうでもいいよっていうほどでもないんだけど、でも買い替えたいってことでもないっていう、この微妙なところで迷ってる感じです。なんかあんまりやっぱりポンポンと20万近いものを買えるかというとそうでもないんで、見送りがいいかなと自分の中で思っていたんですけど、でも今の下取り、要するに13のプロマックスの下取り価格があと1年経つと多分相当落ちると思うんですよね。特に今回ほらライトニングじゃないですか。でこれから USB-C になっていくじゃないですか。そうするとライトニングが急激にこうしぼんでいくというか、使い勝手の悪いものになっていくんで、早めに手放すなら手放しちゃわないとリセールバリューというか中古の下取り価格が下がっちゃうんで、そういう理由もあって今だったらだから半額ぐらいは今のやつを持ってくれるわけじゃないですか。であるいはアップルの下取りじゃなくて今なんかね、ソフマップかなんかが中古の下取りのちょっと高めに買い取りますよキャンペーンみたいなのやってるみたいで、もしかするとそっちの方が良かったりして、ちょっと後で調べてみてかなみたいな、結構ほんと消極的な理由。要するにこんなにガジェット大好きおじさんの自分でももはや進化がそんなになんかこう劇的に感じられないという。ちょっと電話かかってきちゃった。今電話がかかってきちゃって、何をどこまで喋ったのか全く分かんなくなりましたが、多分だから
非常に買い替えに関してすごい非常に消極的な理由で今買い替えを検討しているみたいな話をちょっとしてましたかね。で、あまり進化が大きな進化が感じられない中でも、13 Pro Max からの変化で、一番大きいのは多分ですね、やっぱカメラだと思うんですよ。今回ペリスコープレンズだっけ、特殊なレンズが光を何度も屈折させて、普通望遠レンズって長くなるんだけど、それを短いコンパクトなところに 120mm のレンズを収めてるみたいで、大変な技術だと思うんですけど、 iPhone15 Pro Max に関しては7つのレンズを持って歩いているのに相当するような機能があって、レンズ自体は3種類なんですけど、 13mm のレンズがついていて、超広角マクロで普通に超広角レンズで、メインのレンズが 24mm で、この 24mm が24mm、28mm、35mm みたいに、使えると。4800万画素という非常に高解像な、センサーがついてるんで、それの、中心部分を切り出していくことによってデジタルズームじゃない形で 24mm、28mm、35mm か3種類の、モードを持っていて、でさらにピクセルを2倍にする僕が持ってるシグマの SD クワトロみたいなカメラのビニングっていう機能に近いような感じですけど、 24mm なんだけど 2×2 の4つの画素を1つの画素として扱うことによって 48mm の1200万画素のカメラとして扱うことで 48mm ができるってことか。で、最後に僕の買おうと思ってるプロマックスであれば5倍のペリスコープレンズがついてるんで 120mm かの7種類のレンズが使えると。でデジタルズームを使うと最大で、25倍まで、ズームできるっていうんで相当なもんですよね。なのでカメラに関してはセンサーサイズも多分13のプロマックスと比較したらちょっとセンサー大きくなってるはずだし、手ブレ補正とかも、一段進化してるはずだし、そういう意味では自分がカメラが好きだからここに進化を感じるんで、おそらく普通の人だと多分手ブレ補正のがちょっと進化してるみたいなのは体感としてほぼ分かんないと思うんですけど、一応、ここが進化のポイントかな。特に5倍ズームはうまく使えば非常に面白そうではありますよね。あとは、自分がまだ Apple Vision Pro 買うかどうかわからないんで、使うかどうかわからないですけど、空間ビデオを撮ることができるみたいです。これは2つのレンズっていうかカメラを使ってステレオみたいに撮るってことなのかちょっと仕組みがよくわからないですけど、立体的な多分動画を撮ることができて、それを Apple Vision Pro で見るとその場にいるような、臨場感のあるビデオが撮れるということで、この機能はもしかするとあんまり大きく宣伝はされてないけど将来的に非常に大きな意味を持つかもしれないですね。要するに Apple Vision Pro がまだ出てないんで、この機能で、動画撮ったところでそれを体感することができないんで、多分 Apple としても全然宣伝をしてないんだと思うんですけど、でもいずれ Apple Vision Pro 自体も50万円とかなんでそうそう買うもんじゃないじゃないですか。だけどこれが多分5万10万とかにいずれなってくるはずで、その時にはみんなが空間ビデオを体験するわけじゃないですか。その時にそれが出てから撮り始めるよりは今撮り始めておいた方が、特に僕みたいに子供いるとか何かすごく思い出を残したいっていう、のがあればこれで撮っておくのはいいかなと思って、なんだろうなカメラ好きとしてはメインの撮影機材が iPhone になってしまいそうで怖いんですけど、でもそのあたりやっぱりカメラが一番大きな引きかな。でやっぱ思い出だけは後から取り返すことができないので、後でこれを空間ビデオで撮っておいたらなみたいなことがありそうな気がするんで、これはちょっと強く惹かれてる要素かな。結局やっぱここですよね。あとは細かいカメラの機能としてはポートレートモードが今まではポートレートモードって背景ぼかすみたいな人間きれいに映しますよのモードはそれを専用もんで選ばないと選択できなかったのが、今だから iPhone の AI が進化してきて被写体が何なのかが分かるようになってきたんで、人間撮ろうとしてるなとかペットを撮ろうとしてるなって思ったら自動的にポートレートモードになってくれるみたいで、それはまた地味に工夫してきたなっていうか、アップルやっぱりこの辺りがすごいですよね。ただカメラじゃなくてこの機能を使ってどうやって生活のある場面の中で便利さを出していくかみたいなことを考え尽くしていて頭いい人がいっぱいいるんでしょうね。すごいなと思います。
でそれもまたちょっとポートレートモードとかシネマティック動画とか13 Pro Max にも機能としてはついてるんだけど、意外と使ってないんですよね。それは機能として切り替えるのがめんどくさいっていうか、切り替えなきゃそれが現れないせいで、いつの間にかそういえばシネマティック動画のモードなんかも完全に忘れてましたね、今その機能があること自体を。なので、勝手に選んで勝手にやっといてくれるは非常にいいかなと思います。あとはだから明るさ優先モードと解像度優先モードみたいなものが自動で切り替わるみたいですね。だから暗い場所では明るさ優先モードで、さっき言ったみたいにその 2×2 で4ピクセル分のその画素を合成してより光を取りやすいようにしてくれて、細かい部分のその解像度を、犠牲にしてもノイズを取ってくれるみたいなモードと、明るい場面ではそういうことしないで4800万画素フルに使ってなるべく高精細な画像を撮るみたいなものをその自動で切り替えてくれる。この自動で切り替えてくれるのも非常に賢くて、いいかなと思います。あと安全のための機能で、なんだっけ、衛星通信みたいなものがどうこうって言ったの、これ日本で、できるのかどうかも分かんないし、危険な場所にあまり行かないんで、ちょっとそんな機能もついてるみたいだよっていう話かな。あとはなんか発表会であったのは位置情報の検出が、高度になったんで、人と待ち合わせをしてる時とかに相手の iPhone の位置情報が取れるんであれば、何メートル先のちょっと右側にいますよみたいな、その細かい位置情報、怖いですけどね、逆にその個人情報的なものが取れるみたいですね。なんかそれは僕みたいな方向音痴にとっては結構便利な機能になるかもしれないけど、なんかこれは逆に意外と実生活の場でこの機能を使うかって言ったら使うかな、わかんないですね。なんかそんな機能もあるみたいですね。あとはスピーカーとかなんかちょっと良くなってたりするのかな、あんまり話題に出てないですけど。自分は iPhone 自体でちょっとだから YouTube の動画を見たりとか、オーディオブックを聞いたりとか、なんかいろいろその音使うので、そこが綺麗な音になってくれてるとちょっとありがたいなっていうのはちょっとありますかね。あとはアクションボタンが、今まではだからミュートにするかどうかをカチッて決めるエリアのところにアクションボタンでボタンがついて、ここに、カメラ起動するとか、なんかボイスレコーダーを起動するとか、翻訳機能が起動するとか、なんかそういうアクションを登録できるようになるみたいです。これは地味に便利です。今までこのミュートのボタンとかミュート側にしたまんまでそれをオンにしたこと、本当に iPhone の初期の頃からゲームとかも自分は iPhone でやるときは音出さないで遊んじゃうんで、周りになんか聞こえちゃうのが迷惑かなと思って iPhone で、そういう意味では今動画みたいな話をしたけど、仕事場でやるときはそうだけど、ゲームに関してはなんか音切っちゃうのが当たり前になってたな。なのでこれアクションボタンは便利かなと思います。あとはコネクタがこれもそうそう大きな要素ですよね。ライトニングが廃止になって USB-C になりました。でプロとプロマックスはここに高い USB ケーブルになるみたいな話をどっかでちょっと聞いたけど、なんかそのスピードの速い USB-C のケーブルをつなげば、高速でデータの転送ができるんで、 iPhone でガーッと動画を撮っておいて、特に動画の方で言うとログ撮影ができるようになったみたいで、ログ撮影っていうのは見たまんまの色を撮るんじゃなくて、後でその見たまんまの色なり自分なりのその色合いに調整できるように、後で色調節がしやすいように、なんかグレーっぽい色味で動画撮っといてくれるみたいな機能ですけど、なんかそれがついたみたいで、これでガンガン動画撮ってパソコンに転送して使うみたいなこと、あるいはもう USB でパソコンにつなぎっぱにしといて、撮影した先からもうどんどんパソコンの側に保存していくみたいな機能もなんかあるみたいで、より撮影機材として何か有能になってるみたいですね。USB-C はもちろんライトニングが廃止されるのは大賛成なんで、いいことかなと思います。でこれで思ったのは、だから今使ってるライトニングの機材、特にだから僕の持ってるその13 Pro Max みたいなやつはリセールバリューが下がっていくだろうから、ちょっと早めに手放した方がいいかもしれないなってちょっと思いましたね。1年2年はまだライトニング使ってるものがあるんで、急になくなったりはしないでしょうけど、バッテリーは、僕の iPhone 自体がもう結構へたってきてるんで、まだ1日ギリギリ持つんですごく困ってはいないですけど、でもやっぱバッテリーがあとなんかね 20% 切っちゃうみたいになると焦るので、余裕があるのはいいことかなと思います。なんかでも14から15になってバッテリー性能がそんなに変わってないらしいですね。だからあれか、その CPU とかが良くなって省電力化される部分と、画面が明るくなってみたいないろんな機能とか相殺されてプラマイゼロぐらいってことか。
まあそんな感じかな。iOS が17になるとなんか立体物を 3D スキャナーみたいに撮る機能がなんかすごくなんか強力なものがついて、みんなこれすごい面白い使い方ができるみたいな話をしていて、僕もちょっとなんか例えば自分が絵を描くときになんだろうな、モチーフになるものをその 3D で持っておいてぐるぐる回しながら観察するみたいなことが後でできるんであればちょっと便利かなと思うんで、ちょっと楽しみな機能ですね。これはでも多分 OS がアップデートされれば今持ってる13 Pro Max でも使えるとは思いますけど、みたいな感じか。なので結局のところすごい劇的に今買い替えたいと買い替えたいと思うような新しい機能は別段なくて、でついでに言っておくと Apple Watch に関しても細かいところは画面が明るくなったりとかいろんなところが進化していて、進化してんだなとは思うんだけど、あれどうなったんだろうな。なんかストレスを検出するセンサーがつくみたいな話あったけど、なんか多分今回の発表の中ではそんな話は出てなかったんで、次なのか。Apple Watch に関しては来年が、発表から10年なんで、なんかそのApple Watch 10はモデルとして劇的にデザインも変わって新しくなるらしくて、みんなそれに期待してるんで、持ってない人がシリーズ9から入ってみようっていう意味ではいいモデルだとは思いますけど、僕みたいに今自分が持ってるのが7だか8だか分からなくなってるな。これ8か。違う、7か。あんまりすごく買い替えたいという感じではないですね。なので何ともかんとも煮え切らない話しかできなかったですけど、っていう意味ではだから11とか12とかを持ってる人はぼちぼちその15は魅力的に見えるんじゃないかなと思います。13はギリギリまだ現役でそのバリバリいける機種なので、すごく進化を感じるようなところはあんまりなかったです。カメラがちょっと良くなったかなぐらいでということでした。なので13のちょっと下取り価格みたいなものを調べて、検討しようかなと思います。そうでX の方にもちょっとつぶやいたけど、なんかそれをやろうと思って iPhone に僕if って、入れたらもう iPhone 13 Pro Max っていうその単語が、辞書に登録してあって出るようになってるんだけど、下取り価格を調べようと思ってその入力したら堅くなにその13 Pro Max って単語が出ないんですよ。他に登録してるiPhone X Max とかなんかそういう他の単語はiPhone SE とかは出るんだけど、その今のその自分が調べようと思ってる13 Pro Max だけ出なくて、こいつはなんか売られるのを怖がってるのかみたいなことをちょっと思ったりしましたけど、そんな感じでした。なんともパッとしない、話になってしまって、あとはだからその発表の中であったのはそのアップルが環境に気遣っていてカーボンニュートラルがどうとか、あるいはアプローチで、革製品のバンドとかが使えなくなったんでみたいな話は出てましたね。なんか言い忘れたことないかなと思ったけど、もう多分特にないと思います。なんだろう、全くこう結論なんかこうビシッと締まりのある結論が出なくて、なんかぼんやりと終わってしまうのが非常になんか長々と話した割になんか結論が出なくて申し訳なかったけど、自分はこんな感じで今買おうか買うまいか非常に消極的に迷ってますということでした。はい、ありがとうございました。ではでは。